皆さん毎度千の葉です。ということで今日はですね、渋谷区、原宿にあります今ここはですね五輪橋と呼ばれている橋でございますけれどもね、この雰囲気見てお分かりになる方はいらっしゃるかと思いますけれども、今日はあのラブライブスーパースターの聖地巡礼にやってまいりました。ここ五輪橋はね、第1期第2期両方のエンディングの歌の、CD ジャケットカバーになっております。今日これから原宿表参道竹下通りなどを回ってみたいと思います。それではリアラのみんな待っててね。早速行ってみよう。以前の動画でもお話ししましたが、昨年2022年私はどれだけリエラの歌に勇気づけられたことか。自分の娘以上の年の差があるスクールアイドルに会いに30年ぶりに原宿散策にやってきました。どんな巡礼になるのかどうぞご覧ください。追いかける夢の先に何か歌い出しましたね。いつも見てた希望って星が歌うな第1期未来は風のように、第2期追いかける夢の先で、この両方の CD ジャケットが五輪橋を描かれたものなんですが、クークーとスミレが笑わせてくれるジャケットになっていました。ということで五輪橋のすぐ隣なんですけれども、神宮橋に来ました。で今このカメラの後ろがですね明治神宮になっておりまして、これが新しくなった原宿駅ですね。昔まだとんがり帽子だった時の原宿駅しか来たことなかったんで、この映像の後方にビルが見えますかね。30年前あそこにテント村があって私も何回か利用していました。テント村の話はまた後で。初めてで結構ね音がすごいでしょ下ね JR が走ってるからしょうがないんですけどね。まあここもまあ聖地になってるわけですけれども、今日はアメちゃんね、どうでしょう、これから表参道の方に向かって歩いていきたいんですけど、よろしいでしょうかね。これが配信されてる頃は梅雨明けしてるのかどうか知らないけれども、まだ梅雨真っ只中です。もう本当に日頃の行いがいいとこうやって晴れちゃうんだねじゃあちょっと行ってみましょうか。いや昔これなかったもん。何があったかはナレーションで後で入れましょう。この明治神宮の駅のこれは昔からあったですごいな。やっぱり明治神宮の前に猿田彦コーヒーどんだけ神様がいっぱいいるんだよね猿田彦コーヒーですが、古事記に出てくる猿田彦の神から会社名を取っているらしいですね。猿田彦は導きの神様です。縁起のいい名前ですね。画面奥にコープオリンピアが見えますね。表参道側の目印みたいな建物ですが、1965年の分譲価格が1億円ということで当時は話題になった俗に言うオークション日本第1号マンションです。その右側に見えるちょっとカラフルな建物、あそこ2006年頃でしたかね。それまでは当時の国土計画株式会社の本社がありました。その後株式会社国土に名称変更しましたが、若い方は馴染みのない会社名ですよね。実はこれ西武鉄道の親会社だったんです。当時はプロ野球西武ライオンズの黄金期でして、千葉県にはプロ野球チームがなかったので私もライオンズの応援をしていたのですが、高校でライオンズ応援グッズを売ってたんですよね。所沢に行くよりは原宿の方が近かったので私も何度か行ったことがあります。先ほどのテント村の話ですが、当時は店を構えないいわゆる露店がたくさん出ていまして、タレントグッズとかのバッタものを売っていました。昔も逮捕される案件ですが、当時はそこまで厳しくなかったので私も T シャツとか買った覚えがあります。ブランド物のバッグや腕時計の偽物も売られていた。日本にもそんな時代があったのですが、俺一体いくつだよって突っ込みたくなりますよね。いやなんかこの表参道の雰囲気もあれだよね。劇中に出てくる感じで、まだ今回の撮影始めたばっかりでなんですけれども、前回はいろんなところにエルダ様がいるような気がしたんですけど、今日はなんかリエラに会えそうな予感がしていますかね。いてくれると嬉しいんですけどねでも誰も制服着てないなそうですね。今日は土曜なんで。ああそうか、今日学校なんだ今日学校休みじゃん表参道には2年ぶりに来たのですが、表参道駅から渋谷駅までバスに乗って移動したので、こうしてゆっくり歩くのは約30年ぶりです。
テレビなどで変わりゆく原宿の街は見ていたのですが、目の当たりにすると歴史が動いたんだなって感じがします。これあれでしょ、地下鉄の下、地下鉄走っててさ、こうマリリン・モンローごっことかってやんねえよ。そもそもマリリン・モンローが亡くなって61年経ってるし、私が生まれる前に亡くなってる方ですので、今の若い人たちは絶対知らないでしょ。いやでも本当変わったな。後ろのラフォーレ原宿は30年前からありました。創業は1978年だそうです。10年ぶり20年ぶりって話じゃねえもん。まああんまり縁がないですからね、我々にはね。まあ僕はほらナウでヤングな感じだからナウでもヤングでもないですラブライブスーパースターの聖地の中の聖地、神宮前交差点。 TikTok などにアップしたアニメ聖地で踊ってみた動画をこんなところでも撮影していました。ちょっと人が多すぎて恥ずかしかったです。ラブライブスーパースターのもう聖地巡礼者としては外せないのがここですね、キービジュアルになってるところですよ。でいよいよ第3期も始まるっていうことなんですけれどもね、いよいよ第3期では2人新メンバーが増えて11人体制でやることになりましたね。もうでもこう見るとさ、やっぱり表参道、要は明治神宮の参道だけあってこう緑がすごく多くて、こう今日暑いんだけど木陰に入ると気持ちいいよね。東急プラザね、ここの入り口は一時期ビエラが入り口をジャックしたっていうことで話題になったんですけどね、あの時ね来たかったなってすごくビエラ見たかったなっていう。東急プラザで検索すると当時の模様が出てきますよ。今あそこにコーチがあるんだけどね、あそこのビルの上の方に4階だったかな、昔さだまさしのタレントがあっていや当時ささだまさしのさファンだったんだけど CD とかさ普通の CD 屋さんで売ってなくて、で当時アマゾンとかもまだないから、ここまで俺わざわざいろいろ買いに来たのよ、古い CD とかビデオとか。一部訂正です。買いに来ていたのはなんか随分変わっちゃったな。 CD ではなくレコードです。12歳からさだまさしの不安をしていますね、この横断歩道をさリエラの9人が最初は5人だった、その次が9人になった、で今度11人で今渡ってるわけじゃないですか。あえてまだ新メンバーの詳細情報を見ておりません。とは言ってもマルガレーテについては第2期から出ていましたが、鬼ナッツの妹については自分の中でもう少し温めてから見ようと思っています。前回の月島の時と違って人が多いですねでも月島もあれだよね、お昼過ぎになったらやたらと人がもんじゃストリートはね、これあれでしょ、冬になるとイルミネーションが綺麗なんでしょ。来たことないけど噂によると年を重ねると人混みが嫌になるんですよね。それも出てきた、ああそうそうそう、一応ここでステージやってんだよね。ラブライブシリーズは現実離れした思いがけないところにステージを作るので油断ができません。ああこれが表参道ヒルズ。初めて近くで見ました。あれ昔こんなんじゃなかったよ何年前ですか。30年前いやほんと原宿とか表参道に来てこうやってちゃんとまともに歩くのが30年ぶりぐらいだからさ、そうだよ。だってこれさなんか昔さツタが絡まったアパートみたいになってなかったっけ、なんとかアパートじゃなかったっけ。いやこういう時こそやっぱりこれを使わなきゃいけないのかなOK 女子昔この辺ってなんとかアパートじゃなかった女子に文句を言われてしまいました看板あるかな、看板看板あるかな。いやうちの OK 女子すごい優秀だからもう調べてるし50階アパートですね。やっぱそうだよね。あ、ハチ公バスだ。可愛いよねこれね。時を超えて東京を越えてとうとうハチ公バスになっちゃいましたね。言ってみればハチ公は渋谷区のシンボルですよ。昔映画でハチ公物語が上映されたのですが、劇場で声を出して泣いてしまい、当時一緒に行った妹に恥ずかしかったって言われた覚えがあります。これはもしかしたらあれじゃないですか、
電車男さんの彼女が食器を送ったという。ああそうですねそれこそ何年だ電車男は2004年に発売された書籍で映画やドラマにもなって大変人気が出ました。賛否両論ありましたが当時のオタクたちに夢と希望を与えてくれました。あ、ちょっと後でまた言うけどさ、あれだよ、クークの家、研ぎ師いやー、やべえ、なんかちょっと感動してる。あれにまだちゃんと一角残ってんじゃん、同潤会アパートは1926年大正15いや後で年なんとまた来るから関いいけどさ東大震災の3年後に建築されました。なんかちょっとこの今嬉しく建物なってきた。については次回の配信でお話ししますね。新潟県のアンテナショップ新潟ってお米以外に何があるの？俺かなり失礼ですね。お酒じゃないですか。新潟県出身の知り合いの人に怒られますよ。それあんたは失礼じゃない？新潟県に対していやいやいや、あとは燕三条でしょうね。ああ、ものづくりね。これ次回の伏線ですか。ドゥイと言わせるんですか？とうとう千の葉ちゃん関東飛び出しますかドゥイと言わせるなの次回っていうかもうなんかさ、こういうところに俺は30年ぶりに来たわけだよ。もう少し懐かしめるかなと思ったらさ浦島太郎ってこういう気分なんだろうな。明治神宮には何度も参拝に行っていますが用事がないので近いのに表参道方面には全然行けませんでしたがラブライブスーパースターのおかげで原宿が身近になりました。これからはたまに遊びに行こうと思います。次は30年後かな。それまで生きてるかな。そうだってさ、昔この辺歌になったのよ。歌知らない？昔ね、昭和にはムード歌謡っていうのがあってね原宿表参道揺れて青山通りなんてね、このなんてねの言い方が昭和集を漂わせますね。そうムード歌謡。機会があれば違うムード歌謡の口ずさんで散歩しようかと東京のね、街はね、企んで大体ムードおります歌謡になったんですよ。六本木だとか赤坂だとか、そうですね。六本木はどっちかというとアン・ルイスが六本木純情派なんて歌ってましたけどね違う、六本木純情派は荻昭和野目洋子でした。 61年のヒット曲です。ふわゆーいいですね。はい、原宿駅から約1キロ歩いて表参道交差点までやってきました。ちょうど地下鉄1駅分です。ありました。ちょっと行ってみましょうか。これは第1期でね、なこちゃんとクークーがここで座ってお話をしてるんですよね。ちょっと参拝してみましょう。第1期11話で出てきた場所です。劇中では周りが囲まれていましたが2020年に建て替えられて今の形になったそうです。とても綺麗な鎮守様でした。秋葉神社は北青山にある善光寺の境内鎮守として1827年に創建されました。ご祭神は日の神土の神、別名秋葉の狼。古事記では生まれてくる時に母イザナミに大やけどを負わせた火の神様として有名ですね。火事の多かった江戸の町を見守っていたのでしょう。そして稲荷神社の宇賀の御霊の神と御嶽の大神の全3柱の神様が祀られています。というわけで原宿から表参道まで、今回は歩いてきました。今日は秋葉神社を最後に、第1回目を終了したいと思います。まだまだ続きますのでね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。 TikTok や、Instagram の方もやっていきたいと思っておりますのでそちらの方もぜひご覧ください。それではまた次回。ラブライブスーパースター編第1回目をお付き合いいただきありがとうございました。次回はリエラメンバーがいるあの場所に行ってみたいと思いますのでどうぞお楽しみに。それではまた。